ゆるコスプレ。どうも、今日は日本放送の社内からお届けしたいと思います。二次通ニュース、今週もまとめてみました。自分で言うのもなんですけど、やっぱりニュースって動画にまとまってるとすごく見やすいですよね。さて、まずはですね、男子高校バレー名作配給8年半続いた連載が完結いたしました。で、ツイッターのトレンドで世界1位になったんですって。すごいよね。で、そして、アニメ映画思い思われふりふられ、こちら9月の18日に公開が決定したそうです。日程この辺りね、ややこしくなってますからね、アニメ映画ファンの方は細かくチェックしていきましょう。そして日本放送でメイコンプラスという番組やってるんですけど、生きるの大変という作品とのコラボが決定したことがちゃんとニュースになってたんですけど、これね、スポンサーさんにご利用しをされていますって言っていいっていうすごく変わったコンテンツになってますので、もしよろしければお願いいたします。そして7月の22日ラブライブサンシャインアクアドームツアーが全国5大ドームで開催が決定いたしました。しかしこれやっぱりちょっと違うのは9月の5日の名古屋ドーム公演を皮切りにメットライフドーム、東京ドーム、福岡ペイペイドーム、京セラドームというふうにやるわけですね。大阪ですね、最後は。で、名古屋ドームとメットライフドームでの公演が無観客有料生配信なんですって。で、東京、福岡、大阪に関しては観客ありで有料生配信もありというのを想定しているそうなんですけど、これね、状況によっては無観客で有料生配信のみになる可能性もあるというアナウンスがちゃんと出てるんですね。まあ本当にご時世ですね。そして7月の24日、カウボーイビバックコードギアスほかフレンドックのサンライズ作品楽曲が音楽ストリームサービスで配信スタートいたしましたというようなことがありますね。で、そして、アニメ化決定関係の情報こんな感じで、はい、これ決定というより再開なんですけど、ギャルと恐竜、実は僕はポップテレビピック味があって、かなり攻めてる作品で好きだなと思ったんですけど、実写パートが作れないということで放送が止まってたんですが、10月から放送スタートするそうです。よかったね。で、そしてワールドウィッチーズ発信します2021年放送決定。こちらなんですけども、ウィッチーズ系あるじゃないですか。ウィッチーズ系の作品の日常ものということです。そして7月の22日、なんと僧侶枠争奪漫画大賞グランプリ作品狼さんは食べられたいがついにアニメ化。僧侶枠争奪ってもうオフィシャルに言われてるのすごいですよね。そして最後、ガールズクライミングストーリー、岩かける。こちらのテレビアニメが10月放送スタートということです。これはいわゆるロッククライミングのアニメということで、ロッククライミングってやってみるとパズルみたいだっていうのは確かによく聞く話なんですよね。きっとオリンピックのことも考えていたんだと思います。そしてそんな中、今週ピックアップするのは、こちら、はい、僧侶枠。この言葉、分かる人と分からない人いると思うんですけど、これ何かというと、かつてですね、僧侶と交わる色欲の夜にという、ぶっちゃけて言うととんでもない作品があった、お色気作品ですね、があったわけなんですけども、あまりのインパクトに、みんながなんだよ僧侶ってという風になったらですね、こちら実はコミックフェスタという大変なんていうかな、そういう女性が読むセクシャルなものみたいなものをコンスタントに供給し続けているサービスがありまして、そこからですね、毎シーズン何らかのそういう作品が提供されるんですよ、アニメ枠として。で、それが毎回ぶっ飛んでいるので、もう僕らはもう本当に最大限の愛を込めて、アニメファンはあの辺は僧侶枠というふうに呼んでるんですよ。もう甘い懲罰聞いたらその瞬間にああって思いますよね。そんな感じの作品が多いところをなんと、アニメ化することを確約した枠として募集かけてたっていうのはですね、いやもう本当コミックフェスタってすごいサービスだなと改めて思います。ということで今週の二次通ニュースでした。